Amazon でレーザーのマウスパッドを買おうとしたんですが、手が滑ってこんなものをポチってしまいました。最悪です。ダメです。はい、というわけで今月の買ってみた、早速やっていきたいと思います。まずはガンプラから144分の1新しい方の100式。この機体もう説明する必要はないと思いますが、機動戦士ゼータガンダムでクワトロバジーナことシャア・アズナブルが乗っていた機体ですね。初代 HGUC100 式は古いっていうのもあるんですが、結構アンバランスな形をしてたんですよね。足がでかかったりとか。生まれ変わった100式はどうかというと、めちゃくちゃかっこいいです。素組みでこのかっこよさですからね、これは買いだと思います。ただこのキット問題がないかというとそうでもないみたいなので、気になるところだけいじってさっと塗装に回したいと思います。続いてナラティブガンダムの C 装備。これ先月も紹介したんですが、間違えて撮影しちゃったんですよ。それでせっかくなので素組みの状態を見ていただきたいと思います。こうやって実際に組み立ててみると、やっぱりユニコーンというよりはニューガンダムに近い感じですよね。はい、続きまして HGCE のデスティニーガンダム。悪役系のガンダムが好きなんですが、これも一応悪役に入るのかな。マスターグレードのデスティニーガンダムも昔買った覚えがあるんですが、ただ完成させた記憶がないんですよね。これも塗装までいけるかどうか分かりませんが、とりあえず素組みはしてあげたいと思います。続きましてマスターグレードのガンダム NT1。 これ6月発売なんですが、撮影の日に間に合わないのでしょうがなくここにいてもらいます。続いてディテールアップパーツへ行きたいと思います。まずはイクセスガンダムの水転写デカール。これ YouTube で作ってほしいガンプラのアンケートを取ったんですが、一番多かったのでいつでも作れるように確保しておきました。続いてこれは今作ってるシナンジの動力パイプ用のメタルパーツとかですね。シナンジはもうすぐ塗装に入れるので完成も近いです。144分の1用のハンドパーツも一応購入しておきました。続いて消耗品へ行きたいと思います。購入したのは100式用の金色3種類。金色って結構種類が多くて色味が全然違うんですよね。とりあえず持ってない色を3種類購入しました。缶サフはサフチェックの時などに使うので追加で補充しておきます。筋彫り規格用にガイドテープも購入しておきました。マスキングテープは細いやつと太いやつを追加で購入しました。続いてベビーパウダー。これアルテコの粉の代わりになるみたいなので購入してみました。今月も100円ショップへ行ってきました。購入したのは新しいものではないんですが、模型制作には定番のものをいくつかゲットしました。続いてこれはアルミの角材ですね。プラ板工作の時に使用します。ピンバイスは結構持ってるんですが、これに取り付けるものが増えてきているので追加で購入しました。はい、その取り付けるものなんですが、タミヤの精密ドリルの刃。先月の買ってみたでゴッドハンドのドリルの刃がめっちゃ短いなって言ってたんですが、これはさらに短い 0.7 ミリ。これ刃が一つずつケースに入ってるんですが、ケースもかなり小さいので保管に注意しないとすぐになくなってしまうような気がします。
こういうのはビットスタンドとかで保管すればいいのかな。何か良い方法があれば教えてください。はい、続いてこれもピンバイスに取り付けて使うファンテックのチョーコスクレーパータフバージョン。実は前回のシナンジュの動画でちょこっと使ってたんですよ。気づいた方いらっしゃいましたか？使ってみた感想なんですが、すごくいいですね。なんかこうさっさっと撫でるだけでサクサク削れていく感じがします。同じような商品でセラカンナっていうのを使ってるんですが、それよりもさらに切れ味がいいように感じました。これよりも細いノーマルバージョンがあるみたいなんですが、なんか折れやすいみたいで、このタフが開発されたみたいです。続いてウェーブの HG マイクロチゼル。みんな使ってる BMC タガネの刃の部分だけをこのグリップに差し替えて使うような商品みたいですね。ただ BMC タガネの刃はタングステンというすごい硬い素材なんですが、こっちの刃はハイスコというタングステンよりも柔らかい材質です。なので彫刻刀のように使いたくてこちらを購入しました。この刃の軸なんですが、約 1mm×2.5mm の長方形です。他のホルダーも使えるかどうか試してみたんですが、オルファのデザインナイフはダメで、タミヤのピンバイスには取り付けすることができました。このホルダーちょっと独特な形をしているのと、あと柄の部分が細くなっていて空洞になってるんですね。それで全体の重量のバランスがちょっとおかしいのかどうか分かりませんが、持った時なんかちょっとふわふわする感じがありますね。個人的にはもう少し重みがあった方が使いやすいかなというふうに感じました。軽いホルダーが好きな方はこの専用グリップを使ってみるのもいいと思います。続いて野沢製作所の NS 調光タガネ片切り。これパッと見 BMC タガネにそっくりなんですが、ちょっと違うところもあるので購入されたい方は注意した方がいいと思います。柄の部分のサイズはほぼ一緒なので BMC タガネのホルダーが使えました。違いなんですが、刃の付け方っていうんですかね、なんか先の部分がカットしてあって BMC と同じ向きだと使うことができないんですが、反対に向きにすると普通に使うことができます。使ってみた感想なんですが、 BMC とは刃の向きが逆になるので、彫る時の刃の角度が若干違うかなというふうには感じたんですが、慣れれば問題なく使えるんじゃないかなというふうに思いました。あと一番細い幅で 0.2mm なので、それ以上細いものが欲しい場合は BMC を買うしかありませんね。デザインナイフの場合、切れ味が悪くなったら刃を交換すればいいんですが、タガネはそういうわけにはいかないので研磨する必要があります。なので今回素人でも研磨ができるようになるという研磨ホルダーを購入してみました。このホルダーにタガネを取り付けて、ダイヤモンドの粒が散りばめられた板の上で動かすことで研磨できるようです。本体には2つのネジがついていて、それぞれ水平と垂直を固定するために使用します。本体の下にはローラーがついているので、これを動かすだけで簡単に研ぐことができます。もっと難しいのかなと思ってたんですが、結構簡単だったので今後はちょくちょく使っていきたいと思います。続いて 0.2mm のシャープペンシルと芯ですね。今は 0.3mm のものを使ってるんですが、できるだけ細くするために新しく購入しました。続いてスプリング式の小型のコンパス。中央についているローラーを回すことでコンパスが開いたり閉じたりする仕組みですね。このタイプのものは開いた位置がその場所でホールドできるので、筋彫りの作業にすごく向いていると思います。続いて大物行ってみたいと思います。はい、マキタの電動ドリルを購入しました。
電動工具といえば信頼のマキタ一択じゃないですか。今回塗装ブースを自作するのに合わせて購入してみました。家庭用のモデルなので本体は小型で結構軽いです。本体以外の付属品は充電式のバッテリーが2つ、あとそのバッテリーを充電する充電器、あとプラスのドライバービットですね、あとプラスチック製のケース、この6点セットでした。はい、というわけで次で最後になります。注目のあれがついに登場です。どうですかこの輝き。巷ではチーズおろし器なんて揶揄されてます。はい、というわけで今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。現在毎週金曜日の夜更新を目指して頑張っているんですが、もう少し余裕が出てきたら週2回更新を目標にしたいと思います。この動画に関する意見や質問、あと今回紹介した商品のもっと詳しいレビューをしてくれとかね、そういった要望なども含めて気軽にコメントいただけると嬉しいです。この動画最悪だわという方はバッドボタンを、いやなかなか良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ここまで動画を見ていただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。